空港で夫を迎えに行くと、ブランドン・ハリソンにばったり会った。2年前、結婚式の日に姿を消し、ヨーマイとケニアへ象を見に行った元婚約者だ。サングラスをかけていたが、彼は人混みの中で瞬時に私を見つけた。アレクシス・ヘイズ、君と結婚するために戻ってきたよ。私は少し目を細めた。あなたは？彼は困ったように苦笑した。おい、怒らないでよ。こんなに長く放置するつもりはなかったんだ。ウィローが象を見た後、写真を撮りたがってさ。彼女は僕のたった一人の妹だし、甘やかさないとね。2年間撮影してやっと終わったんだ。婚約を果たすために急いで戻ってきたよ。その時、私は思い出した。この男は私の元婚約者だった。でもマジで、彼が逃げ出したその同日に、私が彼の叔父と結婚したことを、誰も彼に教えなかったのか？空港は大混雑だった。ブランドン・ハリソンは片手でキャリーバッグを押し、もう一方の手にはシャネルのバッグがぶら下がっている。日焼けして数段色黒になったウィローがスーツケースの上に乗り、ブランドンに押してもらっていた。アフリカでの2年間で、彼らはまるで2年間石炭を掘っていたような顔色だ。完全に太陽に焼けていた。ブランドンは以前色白でハンサム、体型も良かった。そうでなければ、お見合い結婚には応じなかっただろう。でも今は、彼がもう私の夫ではないのはありがたいことだ。サングラスを外し、無理やり礼儀正しい微笑みを作った。あら、ごめんなさい。ご無沙汰しています。お二人とも随分お変わりで、一見ではわかりませんでした。ウィローは相変わらずすぐに吐き捨てた。わからなかったふりしないで。あなた、明らかにブランドンを迎えに来たんでしょう。ブランドンと私が出発後、携帯を捨てて完全に消息を絶っていなかったら、あなた、多分自分でアフリカまで追跡してきたんじゃない？正直、ブランドンがあなたのどこを気に入ってるのかわからない。あなたって顔が綺麗なだけで他に取り柄なんてないじゃん。ウィローはふっと息を吐き、大げさに顔を背けた。ブランドンは彼女の髪をくしゃっとし、唇に困ったような笑みを浮かべ、いたずらっぽく彼女の鼻をツンツンした。アレクシスと僕が結婚した後は、そんな子供っぽいことしちゃダメだよ。じゃないと、来年のアフリカ芸術の旅、連れて行かないからね。ウィローをなだめた後、彼は私に向き直り、説明した。彼女はただ子供っぽい性格なんだ。彼女の父親があの交通事故で僕を守って死んだこと、彼女がそれで父親を失ったことは知ってるだろ？結婚したら僕たちは一つになるんだ。君にも彼女を気にかけて、自分の妹のように接してほしい。彼は自分の口から出ているデタラメを聞いていたのか？私は目を回し、静かで上品に見下し、指にはめた結婚指輪を見せた。ハリソン・ジュニアさん、あの時私をドタキャンしてくれてありがとう。そのおかげで、あなたより1000倍も良い男性に出会えました。そしてどうか、うほれないでください。今日は、私の夫を迎えに来たんですから。ブランドンは凍りついた。それから、しばらく目を細めて私を見つめ、眉を上げて微笑んだ。アレクシス・ヘイズ、僕をバカにしてるのか？ハリソン家とヘイズ家の合併は2年前、ニューヨーク中の話題だった。社交界の名士や要人たちがみんな出席してた。誰もが君が僕の婚約者、アレクシスだって知ってるよ。わかったよ、逃げ出して君に恥をかかせたのは悪かった。でも君の評判は地に落ちた。この後、一体誰が君をめとるって言うんだ？だから彼は逃げる勇気があったのか。私がお払い箱の女になって、他に誰も相手にしないと確信していたんだ。彼は本当に自分を過大評価し、私を過小評価していた。この大失敗の後始末をするため、
祖父はかなりの犠牲を払わなければならなかった。会社の株式だけでなく、自分の息子、デビンも巻き込んだんだ。ヘイズ家の怒りを鎮めるために、祖父は自ら、元踊り児ブランドンに譲るはずだった株式を私に譲渡することを申し出た。どうやらブランドンは知らないようだ。もちろん、ウィローのために2年間オフラインで過ごし、家に一度も電話しなかったのだから、このことを知るはずがない。それでも、今夜ハリソン家の本邸に戻ったとき、その笑顔を保っていられることを願おう。ブランドンは当初、お見合い結婚を拒否し、死んでも屈しないと言っていた。しかし、私を見て一目惚れし、この人以外とは結婚しないと宣言した。彼は厚かましく半年以上私を追いかけ回した。トラブルを起こさず、遊び人でもないと見て、ようやく私は承諾した。しかし、間もなく、ブランドンはウィローを傍らに置くようになった。まるで王女のように甘やかす妖媚だ。結婚式の日、彼は彼女からの電話を受けた。ブランドン、約束覚えてる？アフリカに象を見に連れて行くって。空港で待ってる。来なかったら最上階から飛び降りるから。ブランドンは申し訳なさそうな表情を私に向け、ためらうことなく私の手を離し、招待客を置き去りにして走り去った。彼からメールを2通受け取った後、彼とは連絡が取れなくなった。ウィローの父親は僕の命を救ってくれた。ウィローは彼の一人娘だ。彼女に何かあってはならない。心配しないで、彼女が象を見た後で戻るから。長くて1週間、それから結婚式を済ませに戻って、ハネムーンでモルディブに行こう。ハリソン祖父は激怒した。ヘイズ家に説明するため、ハリソン祖父は私に約束した。アレクシス、これほど無責任な息子を育てたのは、すべてハリソン家の責任だ。さあ、どんな保証が欲しいか言ってくれ。私はハリソン祖父の末息子で、現在のハリソン帝国のトップ、デビン・ハリソンを指さした。それなら、彼を私にください。この結婚式にはまだ花婿が必要ですから。そうして、私はブランドン・ハリソンの叔父と結婚した。これを思い出し、時間を確認した。デビンの便はもうすぐ到着するはずだ。彼にメールしようとしたとき、彼からのメッセージが表示された。マイラブ、フライト遅延。搭乗したばかりですごく遅くなるかも。待たないでデイビス氏が迎えに来られるから。愛してる。その後ろに大きなハートの絵文字がついていた。柔らかな微笑みが私の唇に浮かび、眉の間のシワも消えた。うざい元婚約者さえ、あまりイライラしなくなりそうだった。ブランドンは腕を組み、私の携帯電話を見つめながら、物知り顔の笑みを浮かべていた。おや、これは？役者を雇ったの？マイラブって保存してるの？それにフライト遅延？アレクシス、そんな冗談を言わないで。僕が怒っちゃうよ。そう言うと、彼は突然身を乗り出し、私の髪に手を伸ばした。私は素早く後ずさりし、彼の手をチューブラリンにさせた。結婚しているって言ったでしょう。これ以上私にちょっかいを出したら、今夜家に帰ったとき、足を折られるだけならまだマシかもしれないよ。ブランドンは爆笑した。まるで私が何かおかしなことを言ったかのように。彼は私の首を指さし、眉を上げた。あなたがつけているそのネックレス、おじいちゃんは僕の妻に伝えるって言ってたよ。それなのにそれをつけて、他の人と結婚したなんて言うの？そのネックレスは確かにハリソン祖父からの贈り物だったが、彼の妻のためではなかった。私が結婚したのは、言い終わらないうちにウィローが遮った。それってあのネックレス？彼女はスーツケースから飛び降り、ブランドンと私の間に割って入った。彼女がずっと欲しがっていたネックレスだと分かったとき、
彼女の目は瞬時に潤んだ。彼女はブランドンの腕にしがみつき、声を潜めて言った。ブランドン、私このネックレス前からずっと好きだったのに、おじいちゃん一度もくれなかった。なのに今、よそ者にあげるの。おじいちゃん私を家族だと思ってないの？私はただの運転手の娘だし、アレクシスみたいに運よく金持ちに生まれたわけじゃない。おじいちゃんまで彼女をひいきするんだ。それを聞いて、ブランドンの顔はまた申し訳なさそうに和らいだ。彼は私を見つめ、視線に少しばかり気まずさをにじませていった。ウィローは若いし、大変な人生を送ってきたから、いつも少し不安なんだ。彼女に譲ってあげてよ。彼女がこのネックレスを気に入ってるんだから、彼女にあげればいいよ。後で新しいのを買ってあげるから、絶対これより綺麗で質の良いのを買うって約束する。はあ。私は笑った。苦く、怒りに満ちた笑いだ。頭の検査を進めるよ。間違ってなければ、ウィローは今年で25歳、私より数ヶ月年上だよね。第一に、私は精神的に幼い男は嫌いだ。第二に、人のものを奪う寄生虫は嫌いだ。そして彼女はその両方だ。私の言葉はウィローを指し、彼女の目からは即座に涙が流れ落ちた。ブランドンは何歳になっても私を甘やかしてくれるんだから、あなたはただ病んでるだけ。あなた、まだブランドンと結婚してもないのに、ハリソン家の財産に何の権利があるの？あなたこそ厚かましいんだよ。ウィローは名目上はハリソン家の養女だったが、実際には、ある意味で専属のハウスキーパーのようなものだった。ブランドンはかつてウィローを正式な相続人にするよう運動したが、ハリソン祖父は断固として拒否し、彼は諦めざるを得なかった。このため、彼はウィローに対して罪悪感を抱いていた。今、彼女が動揺するのを見て、彼は本当に辛そうな表情をした。彼は眉を潜めて言った。ウィローは君とは違う。彼女には両親がいない、僕しかいないんだ。おじいちゃんが名字を変えさせてくれなかったから、彼女には安心感がないんだ。私は彼を遮り、提案をした。ウィローを認めてほしい？簡単だよ。君が彼女と結婚すれば、私は喜んでこのネックレスを彼女にあげる。私からの結婚祝いだと思ってね。私は首からネックレスの留め金を外し、ウィローに差し出した。ウィローの目は驚きで大きく見開かれ、それから隠しようのない喜びに変わった。彼女は手を伸ばして受け取ろうとした。ダメだ。ブランドンはネックレスをひったくり、拳にぎゅっと握りしめた。なんてナンセンスなことを言ってるんだ？ウィローはただただ僕の養米だよ。僕が一生を共にしたいのは君だ。彼女は家族だが、君は僕の愛する人だよ。本心でもないことを言わないで、そうしないと本当に怒っちゃうから。その愛情に満ちているはずの目をじっと見つめても、私は嫌悪感以外に何も感じなかった。これ以上時間を無駄にしたくなく、私は背を向けて歩き出した。ブランドンがまだ後ろで何か言っているのも無視して。空港を出ると、目立たないメーバッハが私の前に止まった。運転手が出てきてドアを開けた。奥様、ハリソン様から後で迎えに行くよう指示がありました。まずはご自宅にお送りしましょうか？デビンは2週間出張で不在だった。祖父は彼が今日戻ってくることを知っており、今夜は特別に本邸でのディナーをリクエストしていた。突然、誰かが私を押しのけて素早く車に乗り込んだ。ウィローが座り込むと嘲笑った。結婚したって言ったのに？なんでまだうちの家の車に便乗してるの？あなたのご主人の車に乗りなさいよ。ウィローはメーバッハを認識していた。デビン・ハリソンの車だ。ブランドンも明らかにそれに気づき、嬉しそうに驚いた。結局のところ、
彼の叔父は普通こんな些細なことに気を使わないからだ。彼はウィローの隣に座り、彼女のシートベルトを締めると私の方に向き直った。君は前の席に座って。ウィローは僕の隣に座るのに慣れてるから。運転手にヘイズ邸まで送ってもらうよ。結構です。私は自分の車があります。運転手さん、どうか彼らを本邸までお送りください。私は別の予定がありますから。私は車のキーを取り出し、ロック解除ボタンを押すと、遠くのランボルギーニベネーノがライトを2度点滅させた。私がスーパーカーで走り去るのを見て、ウィローの目には嫉妬の色が宿った。ブランドンはため息をついた。わざわざ僕を迎えに来たんだから、僕が彼女の車に乗らなかったことにイライラしてるに違いない。それから彼は運転手に尋ねた。おじさんが僕を迎えに来るようにって？運転手は正直に答えた。いいえ、お客様。私はハリソン様をお迎えするために参りました。沈黙が2秒続いた後、ブランドンが口を開いた。なんて偶然だ。じゃあおじさんはどこにいるんだ？フライトが遅延しています。私はスパに行き、贅沢なトリートメントを楽しみ、夕食時間が近づいてからようやく本邸へ向かった。車から降りた瞬間、2つの人影がまるで杭のように硬直して、ちょうど正門のところでひざまずいているのが見えた。どうやら運転手が2人を降ろした後、ハリソン祖父はブランドンとウィローだと聞くと、すぐに杖を床に叩きつけて中に入れるのを拒否したらしい。出て行け。アフリカで死なずに戻ってきて何をするんだ。ブランドンは祖父の甘いところにかけ、玄関先でひざまずいた。ウィローも彼に付き添ってひざまずいた。私が到着するのを見て、ブランドンは立ち上がり、私の進路を遮った。先ほどまで落胆していた表情は消え、笑顔に変わっていた。やっぱり、君は離れられないんだね。僕が罰せられていると聞いて、慌てて駆けつけてきたのか？私は顔をしかめ、彼を避けて歩こうとした。しかし、彼は再び私を遮り、心配するふりをした。中に入らないで。おじいちゃんはまだ怒ってるんだ。君に8つ当たりするのが心配だ。ウィローがいつか近づいていた。彼女は指を私の鼻先に向け、その声は非難がましかった。まだブランドンが結婚式を私のためにドタキャンしたこと、根に持ってるの？トラブルを起こしているのはあなたでしょ？おじいちゃんは普段ブランドンを可愛がってるのに、なんで入れてくれないの？あなたはただ見物に来てるだけ。そう言うと、彼女は私に飛びかかろうとした。私は横にステップして避け、彼女は地面に顔面から倒れた。ウィローは膝をすりむき、即座に涙が目からあふれた。ブランドンは唇を結び、笑みが消えた。彼はすぐにひざまずいてウィローの怪我を確認した。彼女が大丈夫だとわかると、彼は慣れた手つきで彼女を横抱きにし、彼女がようやく涙ながらに笑みを浮かべるまで長い間慰めた。ようやくブランドンは私のことを思い出した。彼はため息をついた。アレクシス、君は本当に自分らしくないよ。ウィローは本心で言ってるわけじゃない。もし僕と結婚するなら、彼女にもっと寛容になることを学ばないと。今度だけはウィローに謝ってくれ。これからは態度を改めてほしい。あ？私は目が回りそうになった。嘲笑って言った。彼女の傷ついた心を癒すために何か保証もした方がいいですか？ウィローの目に一瞬欲望の光が走った。移動用に車が必要なの。あなたが今日運転してたやつでなんとか我慢できるわ。ランボルギーニベネーノ。全世界限定3台、1台23億円。ウィローは本当にずうずうしい。ブランドンはまた私のために決断し始めた。
ウィローが何かを気に入るのは珍しいから、車を彼女にあげちゃえよ。彼女を傷つけたことの償いだと思って。私は彼を見つめ、声は平板だった。あなたって本当にすごいね。なんだ？ブランドンは理解していない。言ったよ、頭がおかしいって。私はブランドンを押しのけ、まっすぐ家の中へ歩いて行った。待ちなさい。ブランドンは騙されたことに気づいた。彼の顔は青ざめ、声を鋭くして脅した。アレクシス・ヘイズ、今言っておくが、もし君がウィローに謝らないなら、僕と結婚することも、僕の家に足を踏み入れることも諦めろ。ガシャン。突然、杖が飛んできて、ブランドンの頭にまともに当たった。数メートル離れたところから、年齢の割に驚くほど力強いハリソン祖父の大声が、誰にでもはっきり聞こえるほど響いた。このバカ者が、あれが誰だかわかってるのか。